こんにちは、あやはれです。今日は私の自炊できない日の3食コンビニルーティンを紹介します。私は週に1回5時間近く会議が続く日があり、仕事が終わる頃には自炊をする余力が残っていません。そんな時はコンビニ頼りになったり、スーパーで購入しておいた保存食品を食べることもあります。頑張れない時は無理して頑張らない。これもダイエットを継続させる大事なポイントだと思っています。私は在宅勤務なので3食すべてコンビニ食品の日はあまりないのですが、今日はせっかくなので最大限楽しようと思い、1日3食分すべてコンビニで買ってきたので、コンビニ食品での3食ルーティンを紹介します。ダイエット中の自炊に疲れた人や、会社での朝ごはんやお昼ごはんなどに迷っている人は参考にしてみてください。食事を紹介する前に、私がコンビニで食品を選ぶ際のポイントを3つ紹介します。食事だけ見たい方は概要欄からスキップできますので、ぜひご活用ください。コンビニで食品を選ぶポイント1、主食はおにぎりを選ぶ。私はパンやパスタを避けておにぎりを主食に選びます。特に栄養価の高い茶色い炭水化物と呼ばれるもち麦、玄米、雑穀米などが含まれるおにぎりがあれば、それらを選びます。私はダイエット中はパンやパスタなどの小麦粉製品を避けるようにしています。理由としては、私にとって小麦粉製品は食欲を増進させ、腸内環境を乱す食材だからです。全粒粉のパンは私のダイエットルール的に OK ですが、私はパンよりおにぎりの方がしっかり噛むことでお腹に溜まるので、おにぎりを選びます。茶色い炭水化物のおにぎりが売ってない時は高タンパクな納豆おにぎりを選びます。忙しくて夕飯が8時以降になるときはおにぎりの代わりに豆腐を食べます。理由としては、睡眠までの時間が短いときはおにぎりよりも豆腐の方が胃に軽く寝つきやすいからです。後ほど紹介する夕食は21時を超えてしまったので豆腐を食べています。コンビニで食品を選ぶポイント2つ目、1食あたりタンパク質 25g を目標に選ぶ。私はタンパク質中心の食事を心がけているため、まずは何でタンパク質を摂るかを考えて食品を選びます。私は体重 ×1.6g を1日のタンパク質摂取目標としています。なので1食あたり約 25g を目標として毎食何を食べるかを考えています。なぜ私がタンパク質を意識して摂るかというと、三大栄養素である糖質、脂質、タンパク質の中で最も脂肪に変わりにくい栄養素がタンパク質だからです。それ以外の理由もたくさんあるのですが、ダイエット中のタンパク質の重要性についてはこちらの動画で詳しくお話ししていますので、参考にしてもらえると嬉しいです。私がじゃあ実際にコンビニで何を選ぶかというと、朝はギリシャヨーグルトかプロテインドリンク、昼と夜は肉か魚でタンパク質を摂ることが多いです。コンビニ食品の最大のメリットは栄養成分表示がしてあること。タンパク質の計算がとてもしやすいです。買うときは必ずチェックしながら購入しています。注意点として、ソーセージやハムなどの加工肉や脂質の多い肉類は高タンパクでも避けるようにしています。これらの食品はタンパク質は高いのですが、カロリーや脂質も高いものが多いです。私は鶏肉やお魚、あとは豆腐などの大豆製品とか卵が入っている食品を選ぶことが多いです。実は後ほど紹介する朝食は 25g 到達できていません。あくまでこの数字はタンパク質摂取を意識するために設定した目標数値です。なので到達できない日も当然あります。これからやってみようかなという方は概要欄に自分の必要なタンパク質の計算式を記載しておくので、計算してやってみてください。コンビニで食品を選ぶポイント3つ目、できるだけ毎食スープを取り入れるようにしています。理由としては空腹時の早食いを防止するためです。特に忙しい日は自分のタイミングでなかなか食事ができないため、私の場合かなり空腹状態で食事をすることが多いです。空腹の状態だとついつい美味しいものから一気に早食いしてしまうと、食事の満足感が半減してしまいます。お腹が空いている時はまずはスープを飲んで空腹状態を落ち着かせるようにしています。ダイエットを始めてからこの習慣を身につけたおかげで、私は早食いしなくなりました。まずは朝食を紹介します。今日の朝食メニューはあさり生姜のもち麦おにぎりとヨーグルトの R1 です。
このアサリのお味噌汁が大好きなので朝食に食べることを楽しみにしていたのですが、すっかり忘れてしまい後日美味しくいただきました。普段だったらギリシャヨーグルトで約 11g のタンパク質を摂取するのですが、今日行ったコンビニでは販売しておらず R1 を選択しました。私が普段よく食べるギリシャヨーグルトはヨーグルトの水分を切って作った高タンパクなヨーグルトです。通常のヨーグルトより少し値段が高いのですが、程よい食感があって食べ応えがあるので大好きです。ぜひダイエット中の朝食に取り入れてみてください。もち麦は白米に比べて糖質はあまり変わりませんが、食物繊維がなんと20倍、タンパク質が 1.5 倍の食材です。このおにぎりは白米ともち麦をミックスしたものなので、個人的にはこれがもち麦 100% だと嬉しいなと思います。ただもち麦 100% だと結構癖のある味になるので商品的に売れないのかなと勝手に思っています。しっかり噛んでゆっくり食べます。お仕事開始です。私は1日に2リットル水を飲むようにしているので、仕事前にデスクに水を入れた水筒を置いてからスタートします。最初の会議が始まりました。会議中はなかなか水分補給ができないので、必ず会議が終わるたびにしっかり水を飲むようにしています。3つの会議が終了して1時間空いたのでお昼ご飯にします。今日の昼食メニューはもち麦ご飯のおにぎり、砂肝ポン酢、おでんです。もう私は冬の主食にしたいというぐらいおでんが大好きです。この味しみおでんには大根、厚揚げ、白滝、卵、ちくわの5種類の具が入っています。大豆からできる厚揚げ、卵、ちくわの高タンパク食材が含まれていて、しっかり満足感があるのにたったの120キロカロリーです。ダイエット向きの食品だと思います。こちらの砂肝ポン酢は初めて購入してみました。砂肝は大好きですが、なかなか家で食べる機会がなくて久しぶりに食べました。なんとこの量でタンパク質 17.2g、 砂肝が低カロリーで高タンパクな食材ということを知らなかったので、今度スーパーに売っていたら家でも作って食べたいなと思いました。それではいただきます。卵が半分なのがちょっと残念で1個食べたかったな。朝ごはんパソコンを横目にご飯を食べてしまっていたのですが、ながら食べは食事の満足度を下げる行為なのでおすすめできません。食事中はしっかり噛んで食事に集中することをおすすめします。午後のお仕事を開始します。自宅勤務だとついつい同じところにずっと居座ってしまうので、気分転換に場所を変えたりしています。Zoom の背景を設定すれば基本的にどこにいてもほぼ問題ないので、本当にありがたい機能だなと思っています。17時、すべての会議が終わって一段落したので少し間食をします。今日実はいつもと違うコンビニに行ったらお気に入りのお菓子が売っていなくて、本当に朝からショックでした。ダイエット中のおやつはいつも高カカオのチョコレートか素焼きナッツを食べています。会議の後は頭がヘトヘトであまり仕事の生産性が良くないのですが、会議で話したことを放置しておくと後でメモを見返した時に何のことだっけとなってしまうので、今日はもう少しだけ頑張りたいと思います。仕事が終わってお風呂に入ったらもうなんと21時を超えてしまっています。これから夕食を食べます。夕食メニューはサバの塩焼き、蒸し鶏のザーサイ、絹豆腐、豚汁です。サバをレンチで温めます。このサバの塩焼き、自分で作るよりもふっくらとして美味しいのでお気に入りです。豚汁は結構自信があるので自分で作った方が美味しいんですが、この豚汁はコンビニ食品の中ではお気に入りランキング上位です。私は冷ややっこが苦手なので絹豆腐だけ少し調理をします。絹豆腐の水気を切るためにクッキングペーパーに包んでレンジ 600W で2分温めます。手で適当な大きさに分けながらフライパンで焼いていきます。油は引いていません。両面焦げ目がつく程度に焼きます。めんつゆの素大さじ1で味付けたら完成です。刻みネギもあればぜひ入れてください。より美味しくなります。それではいただきます。実はダイエット前豆腐が苦手だったのですが、このレシピで克服しました。本当に簡単で美味しいのでぜひ作ってみてほしいです。魚は高タンパクの上、魚の脂質は脂肪燃焼を促進する働きがあると言われています。なのでダイエット中は積極的に取り入れるようにしています。豆腐が結構ボリューミーなので満足感があり、蒸し鶏のザーサイは半分夫にあげました。本日もご視聴ありがとうございました。
忙しい日のリアルな一日をお届けしたため、かなりバタバタした映像になってしまいましたが、こんな日も多々あります。コンビニ食品のメリットは、とにかく作る手間も洗い物の手間もないので楽。2つ目に栄養成分表示があるので、タンパク質の計算がすごくしやすい。3つ目に今回の砂肝が低カロリーで高タンパクだと知ったように、普段買わない新しい食材との出会いがあるのがすごくいいなと思っています。逆にコンビニ食品のデメリットとしては、キノコとか野菜がやっぱり不足しがちになってしまうなということ。2つ目に普段の自炊だったら入れないような調味料だったり添加物が含まれているのが避けられないこと。そして3つ目にやはり自炊よりはお金がかかってしまうなと思っています。自炊とコンビニ食品のような外食は日常生活に支障がない程度にバランスよくやっていくのがいいなと思っています。これからも簡単に、そして美味しく食べて痩せる方法やレシピを紹介していきます。